跡が結構残っちゃってるんで、またこれ大変な状態ですね。大変なことをしてしまったかもしれない。どうしても嫌ならやらない。どうしても心折れそうなら、それはその時また少し考えようと思いますが、スマホが映ってるのがわかるかと思います。はいどうも、黒ガレージです。今回はですね、キャンプアウトドア用のとあるですね、年代物のナイフを手に入れておりますので、そちらをですね、キャンプグッズとして活用できるよう表面に加工していこうという動画でございます。こんな感じでですね、愛車のエブリーちゃんの中には2つのコンテナを常時積載していて、いつでもキャンプアウトドア車中泊に使えるように、このコンテナの中にいろいろなアイテムを収納していたりします。こちらの最終コンテナはテーブルにも使えて、かつこういう収納になっているよということで、ユニフレームの焚き火台だったり、その他クッカーだったりね、マキタの扇風機だったり収納していたり、こっちのねコンテナボックスには簡易的なテーブル、その他ねクッカーだったり、使いやすいようにカスタムがされた外のコンパクトバーナーだったり、ここに収納されてたりもします。この中のキャンプギアの中に仲間入りさせたかったのがこちらでございます。はい、こちらのナイフです。このナイフがね、どういった経緯で手に入れて、どのようなナイフだっていうのはまた後で説明するとして、このナイフにあったこの革のケースもですね、以前にプレゼントしてもらって持っていたりもするので、常時積載しているキャンプグッズの中の一員になれるように、おしゃれなナイフに表面加工していこうというふうに思います。事務所に移動してきました。ここでね、綺麗にしていこうと思うんですが、こちらのナイフ、一体どんな素性のナイフかと言いますと、ここ見て読めますか？ USN M1 ということで書いてあります。手に入れた時、僕もわからなかったんですが、調べていくと、第二次世界大戦中に US ネイビーだから陸軍になるのかな？に支給されていた軍用のナイフだそうです。価格とか価値とかそういったところは詳しくわからないんですけれども、知り合いの方にね言われたのは、こういったナイフって軍の払い下げ品とか扱っているようなショップ、そういったところでねこういうナイフを見かけたことがあるという話がありますので、そういった店で取り扱われたり、実際に軍の人が所有していたりする、そういうナイフなんでしょう。なんでね僕がこれを手に入れたかというと、もう10年ほど前になると思うんですが、父方の祖父がね亡くなった際に遺品整理をしていたところ、このナイフが出てきたので、家族にね了承を取って死んだじいちゃんの形見としてですね所有していたものです。実際に表面を加工してね綺麗にして使えるようにしようというふうに思っていた時期もあったんですが、やろうと思ってるうちにですね、時が経ち、はい7年8年の時が経ちですね、今ようやっと重い腰を上げてこれを綺麗にしていくっていう動画撮影しております。ここでいろいろな工具も使ったりヤスリをかけたりしてっていうことで、こんな感じでね段ボール準備してました。この上でどんどん作業して、このナイフちゃん綺麗になるところをお見せしようというふうに思います。こちらのナイフね、磨いていくにあたっていろんなものを準備しました。まずはこちら、サンドシートってなってますが、サビとかをね、落とすためのスポンジみたいなもんですかね。あとはね、各種粗めのサンドペーパーですね。耐水ペーパーって呼ばれる水溶きができるものをだけを工具箱の中から探して持ってきました。使えるかわかりませんが、金属用お掃除クロスみたいなものもね、工具箱になったので引っ張ってきました。あとはこちら、ピカールだったり、ウエスだったり、さらにリューターも持ってるんでね、リューターも駆使しながら磨いていこうと思います。まずはあらかた全体を錆び落とし的なことをしてからになるかと思います。水研ぎ用の水なんかも準備して、どんどん綺麗になっていく様をご覧いただければと思います。まず錆び落とししようということで、このねサンドシートと呼ばれるものを切り出してみました。いろいろ試してみたんですけど、こんな感じでね水につけて磨いていくと表面の錆が大方落ちていくのがわかると思います。こんな感じでね、まずこのサンドシートでね、あらかたの汚れを落としていこうと思います。あとはグリップ部分もある程度綺麗にしたいので、ここも綺麗になるように。多分これ樹脂か革だと思うんですよ。で、あとここもね、多分アルミなんですけど、腐食が進んでてボロボロになっちゃっててっていうとこもあるんで、大きく形を変えたり削りすぎてしまわないようにしつつ加工するとして、まずは刃体の方綺麗にしていこうと思います。何時間かかるか分かりませんが作業していくんですが、冒頭で説明したこちらのナイフ、ミリタリーナイフ系とか詳細分かる人いたらコメントいただければと思います。第二次世界大戦ってね、1939年とかから始まってるんで、大げさに言えば約100年前のナイフっていう形になるんで、歴史があったり価値があったりするものをね、僕はキャンプに使おうとしてるんじゃないかと。ましてや表面加工するなんて言語道断だっていうご意見がもしかしたらあるかもしれないんで、その価値がお前分かってないよとかご意見ありましたら、ぜひともちょっとコメントで教えてください。それがどういうものかっていうのもよく分からずにね、手に入れたじいちゃんの形見を今作業しておりますので、研いでったんですけど、結
構サビが深く素のように入り込んでますね。場合によっちゃ今使ってるこのサンドペーパーよりも粗いペーパーとかで水研ぎしていかないとダメかもしれないけど、そもそもこの素材がちゃんと表面になってくれるような素材なのかもわかりませんし、そんなことわからないままやってみてるっていうね。はい。このチャンネルの趣旨はですね、とりあえず何でもやってみようみたいなね、そういう趣旨のもとに自分の身の回りのものとかライフスタイル自体をね、DIY していけるような、そんなチャンネルを目指しております。今回のこの動画もね、まさにそういったコンセプト、ぴったりな動画だと思ってたりもします。とりあえずキャンプに使いたいからっていうことで、その価値もわからず作業をしてるところとかも含めてね、ある意味 DIY はどうなってもいいからやってみようとか、はい。そういう風に思っておりますんで、実際にこのナイフがどうなっていくのか、温かく見守っていただければと思っておりますんで、どんどん磨いていこうと思います。ちょっとね、見てください。さっき見てて気づいたんですけど、映像でわかるかな？このナイフ自体少しね、曲がってたりします。股間の間にそうなってしまったのかどうかわかりませんが、ナイフ自体はですね、右に反れてるような曲がり方してます。変にね、力かけてグニャンって曲がっちゃっても嫌なんですけど、少しでもね、歪みを直しながらというか、しっかりした新製のものになるようにっていうのも気をつけながら、あとはね、こういったね、グリップ部分の皮だか樹脂だかわかりませんが、こういうのが裂けてたりとか、グリップ部分が緩くなってたりとかっていうところがあるんで、これはこれでね、後で調べて綺麗にしていかなきゃいけないんですけど、磨く上でこういったところ削り取ってしまってもしょうがないんで、保護をしながら進めるのもいいかなと思ったんで、マスキングテープ貼っちゃおうかな。はい、マスキングしました。ちなみにね、今から10分前ぐらいの作業を始めてますんで、これがどれぐらいの時間がかかるのかっていうのも含めてね、やっていこうと思います。ということでやってったんですが、持ってるサンドペーパーの中で120番。これが一番ね、番手が荒かったので、長く切り出したものを持ってきたコッパに巻きつけて、こう、磨いていくっていう形で全体に落ちていくように。頑張れば巣も少しずつ薄くなっていくんで、また刃の面がね、ボコボコにならないように、こういったコッパとかうまく使って磨いていこうと思います。こんな感じでですね、いっぱいコッパを持ってきて、作業しやすい環境を作って磨いてってます。とにかくね、サビの巣が深いです。なので、その巣をしっかり取り除かないと綺麗な表面にはならないので、とにかくサビの巣の部分ですね、へこんじゃってる部分を、でもあんまりやるとね、刃体が薄くなっちゃうんで、どこまでやるかっていうところですが、美しく輝くように落としてってます。またね、電動工具使うのは少し違うと思うんですよね。グラインダーとかで刃物を磨いたことありますけど、刃の当たった跡がなみなみになってね、綺麗な表面にするの余計難しくなったりもするんで、そういうところも含めてちゃんと綺麗に仕上がるように、できるだけ手仕上げで進めていけるようにしていこうと思います。ちょっとラチが開かないので、少し電動工具頼ってみます。これを切削するには油分が必要かもしれないので、少しピカールをつけてみて、ビットがこれが正しいのかもわからないしね、どれが正しいんだかっていうのを少しずつ、ちょっとこれは削れすぎると思うので、慎重に。あまり削れすぎる電動工具を使うのはおそらく危なそうなので、使うとしてもフェルト系ですね。こういうフェルト系を使って少しずつ削り落としていくしかないかな。こんな感じで仕上げの工程には使えそうだけど、巣の部分を消すのは電動工具使うと危なそうっすね。電動工具が当たった後の跡が結構残っちゃってるんで、これは目消しするのがまたこれ大変な状態ですね。大変なことをしてしまったかもしれない。DIY のね、話の中に、どうしても嫌ならやらない。これも僕、DIY の中の一つだと思っているので、どうしても心折れそうなら、それはその時まだ少し考えようと思いますが、まだね、全然この子をきれいにしてあげたい気持ちが失われておりませんので、どんどん作業していこうと思います。今のね、さっきのビットを使ったものであれば使えそうなので、手作業とね、合わせながらこういった電動工具も頼っていかなきゃダメだな。そういうことしながら作業を進めていこうと思います。
はい、ということでこんな感じでですね、だいぶ機械と手作業で磨いてったんですが、見えるかなこの巣の部分。全然巣の部分がね、落ちてかないっていうのがわかると思います。かなり巣が深いので、完全にこの巣の部分を取り除くのはもう不可能かなっていう判断で進めていこうと思います。とはいえね、よいしょ。こうやって軽くしか磨いてない裏面と比べると、こんな感じで、だいぶ巣がなくなってってるのがわかると思います。もう少し追い込みますけど、すべての巣が取り切れる状態ではないということだけご了承いただきつつ、またさらに追い込んでいこうと思います。現在時刻は16時5分。かなりね、時間が経ちました。途中1時間ぐらいはね、休憩したんで、なんとも言えないですけれども、これね、これ以上やると本当にナイフ自体がどんどん薄くなっていっちゃうんで、この巣の部分は諦めて、細かいペーパーにして、ペーパー目をどんどん消していく作業をしていこうと思います。お次は240番磨いていこうと思います。240番で磨いてみました。巣は残っちゃってますが、相変わらず。細かいところがなくなったんで、まだ追い込みますが、一回気になるんで、ピカールでね、リューターにフェルトをつけてあるんで、フェルトでちょっと磨いてみようと思います。ちょっと磨いてみました。まだピカールで磨いても表面っていう状態にはならないですけど、さっきよりね、ツヤツヤ感、キラキラ感出たのがわかるかと思います。これで番手を上げて追い込んでいけば、それなりの表面には仕上がってくれるかな。はい。だんだん綺麗になってきてます。お次はですね、400番で磨いていっちゃおうと思います。400番終わりました。400まで行くとだいぶピカピカですね。もうつくづくもう何度もくどいようですが、巣があるところまで追い込めなかったのが悔やまれる。800番持ってなかったんで、もう次はもう1200番になっちゃうんですが、1200番でね、磨いていこう。800がない分、1200でしっかりと細かいとこまで磨いていく感じになるかと思いますんで、1200番で磨いていこうと思います。場合によっては400で水研ぎにして、もっと細かい目にして1200に移ってもいいかもしれないですね。1200番やり終えました。ピカールで軽く磨いてみてどんな感じになるかやってみようと思います。こんな感じね。いいねいいね。ある程度表面になって最後まで仕上げするんですけど、旗手もまだしてないです。なので、こっち。お尻部分を綺麗になるまで軽く形が変わらない程度に磨いて落としていこうと思います。こんな感じで綺麗になりました。結構ね、ピカピカになったかと思います。光ってるの分かりますよね。お次はここグリップ部分なんですけど、別のね、配信サイトでね、音声配信しながら磨きをしていたら、このナイフの話になってね、知ってる方がどうやらレザーワッシャーって呼ばれるものらしいんですよ。要は革だと思うんで、ペーパーを当てて革用のクリームみたいなものをつけてね、このグリップ部分も仕上げていこうと思います。こんな感じでですね、サンドシートで軽く磨いた後にミンクオイル、レザーだっていうことなんでね、ミンクオイルで今ベタベタにしてます。これがレザーだというのであれば、完全に乾ききってしまっている状態だと思うので、ミンクオイルをベタベタにして、オイルが馴染めば、グリップ感も少しは回復するんじゃないかなと思ってね、塗ってみました。樹脂なのかレザーなのかわかんないですけど、馴染むまで少し時間かかると思うんで、一旦避けておいて、一旦机の上をきれいにしようと思います。ちなみに、現在時刻19時6分。始めてからもう6時間、7時間、8時間ぐらい経過してますね。大変ですけど、ずっとこういった作業に没頭できるのもなかなか楽しいもんです。机の上を清掃してね、ミンクオイルにつけて潤いを持たせております。この状態で放置して、ナイフを研いで仕上げして、それで終了っていう感じですかね。一旦オイルを馴染ませていこうと思います。現在時刻21時6分。ということで、一日中こんなことをやっておりますが、まだね、完全に馴染みきってないんですが、もう拭き取ってしまって、最後、刃付けをして、仕上げをして終了っていう形でね、持っていこうと思います。一旦これ拭き上げて、作業を進めていこうと思います。はい、ということで、僕が持ってる砥石2つ準備しました。これでね、刃付けをしていこうと思います。
ということで、刃付けができたんで、最後の最後でね、ピカール、どこまでやれるか追い込んでってみようというふうに思います。仕上がりしました。このやってみると、まだ少し傷が残ってるのが見えるかと思いますが、これはご容赦ください。近づけていくと、鏡のようにスマホが映ってるのがわかるかと思います。しっかり表面になりました。巣が入っちゃったとことっても残念なんですけど、それでもね、しっかりと表面になったのがわかるかと思います。ここまで綺麗になれば少しは報われたかなっていう感じですね。肝心の切れ味については完全な素人研ぎではありますが、スッと切れるぐらいには研げたかな。いやでもね、まだ噛み切った感じ、切れ味が完璧ではないんで、研ぎ方まだまだだなーっていう風には感じますね。研ぎ方練習したいですね。ちょっと納得がいきませんが、紙が切れるぐらいには切れ味を出すことができました。はい、ということで、仕上がったナイフちゃんをですね、ナイフホルダーにですね、パッと収めて、うわ、かっこいい。収まりましたね。こんな感じで収まったアーミーナイフちゃんを、このね、キャンプグッズの中に収めて、僕のね、キャンプグッズの一員にしてやろうという風に思います。現在時刻22時58分ということで、かなり時間がかかってしまいましたが、一日中ね、表面の作業できて、そんなことをしてられる僕は幸せだなぁなんて感じながら作業をしておりました。今後もね、こういった作業系の動画、どんどん出していこうと思いますんで、楽しみにしていただければと思います。表面加工の動画、少しでも面白いと思った方はですね、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。